見てください。このシルバーアクセサリー、なんと合計 1.2 キロ、ずっしりとしたまさに銀の山です。こんなに大量のアクセサリー、なかなかお目にかかれませんよね。今回はヤフオクで手に入れたシルバースクラップの仕分けと価値の検証に挑戦します。さらに大量に回収した宝石の中からまさかのダイヤモンドを発見。ぜひ最後までお楽しみください。どうも、ジャンク鉱山ラボです。この動画でわかること。この動画ではスクラップの仕分け作業を刻印をチェックしながら種類ごとに分類します。銀以外のパーツを取り除く工程。金属や宝石などを分離して副産物を回収。最終的な査定結果の発表。果たして総額はいくらになるのか。仕分け開始。まずは全体の重さを測ります。合計 1363g。空の容器が 157g あるので、差し引いて賞味 1206g。だいたい 1.2 キロですね。では早速こちらのいい手で刻印を見ながら仕分けしていきます。いきなり大きな黒っぽい宝石を発見。これはスモーキークォーツでしょうか。金色に見えますが、刻印はシルバー、銀製ですね。次もシルバー。その次も925刻印付き。どんどん出てきます。これはタグに銀製って書いてある。しかも大きなオレンジ色の宝石付き。キラキラしています。仕分け中。シルバーや925は同じ箱にどんどん入れていきます。900刻印を発見。925より品位が低いので別に分けておきます。ちなみにこのタイタックのキャッチ部分は銀じゃないので注意が必要です。見た目は銀色でも重さだけ増えてスクラップの評価ではマイナスになります。850もありました。これはさらに品位が低くなります。850でもプラチナなら嬉しいんですが、これはシルバー。シルバー850です。焼酎のキャップに入れて保管していきます。金色と思ったら、これも850。残念。続きの仕分け。どんどん進めていきます。仕分けって意外と地味で根気がいりますね。950を発見。これは高品位のシルバー。嬉しいですね。他にも銀900という漢字の
刻印も発見。これはちょっとレアです。これは R.P.M. シルバー。紛らわしい刻印ですが、どうやらプラチナのメッキのようです。刻印が模様と一体化していて見落としそうです。マジックで塗って確認をすると、スターリングシルバーと読めました。純銀。ついに来ました。純銀です。シルバースクラップの中では最高です。裏に925刻印、怪しい刻印、銀のチンバリア、R.K18 など紛らわしい刻印も多いですね。18金とシルバーのコンビ製品かと思いきや、金張りの可能性があります。試金石でこすってテスターを当てると、やはり金張りか厚いメッキのようです。宝石の取り出し。では次は宝石の回収作業。まずは大きな宝石をニッパで爪を起こして取れましたね。多分スモーキークォーツです。石英などの宝石は水晶、アメジスト、シトリン、メノウなどもよく使われています。この指輪は石がなかなか外れません。ということで、万力で固定して糸のこで切断します。石を傷つけそうに見えるかもですが、もしダイヤならモースコード10なので、糸のこの刃の方が負けます。糸のこの刃が折れました。でも切れ目が入ったのでペンチで広げて無事に取り出すことができました。銀以外のパーツの除去。次は銀以外のパーツを外します。これをやらないと正しい評価ができません。真珠など接着されているものは耐熱ガラスのポットで熱油を注ぎ温めて外します。ラジオベンチの先にはゴム手袋を切ったものを巻いて傷を防ぎながら回収します。一つ一つ丁寧に外していきます。
ダイヤの検証。そして最後に登場したものがこれ。彫金技法である五香止めで留められた石。鎖の先の丸い輪っかも特徴的です。明らかに手作業で作られていて、古くて高価な製品の印象があります。ダイヤモンドテスターでチェックすると、反応あり。これはダイヤモンドの可能性が高いです。ジャンクの中からダイヤを発見しました。ペンチでプレートごと外して無事回収成功です。査定結果。それでは最終的なスクラップの査定結果発表です。シルバー 925 594g、95,000円。シルバー 956g、1,020 円。シルバー 983g、12,450 円。シルバー850、61g、8,540 円。刻印不明なもの。4,960 円。金メッキ 8g、4円。純銀 1.4g、252円。カフスの部品や宝石は保留です。これは再処理や洗浄などの作業がまだ必要だからです。合計で121,974 円。エンディングいかがでしたか？今後もジャンク品から価値を見つけ出す動画を投稿していきますので、もし面白かった、役に立ったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。